こんにちは、たきです。アニメ80話で気になった場面を考察していきます。最終回までネタバレあるのでご注意ください。まずエレンとジークのシーンですね。このあたり非常に複雑で分かりにくいので解説します。エレンは過去の継承者グリシャの持つ未来の記憶を見て自分の未来を知ったという話なのですが、ここを理解できていたらコメント欄からね、ぜひ次の話に飛んでください。理解できていない人に向けてお話しします。まずエレンが未来を見ていたという話がありますね。グリシャのこの発言、エレンの先の記憶を見た、あんな恐ろしいことになるとは。そしてジークのこの発言、もっと先の未来を見たからだと。そしてエレンがね、親父の記憶から自分の未来を見たあの景色をと言っていました。これはですね、59話、4年前のヒストリアの勲章授与式で手の甲にキスをした時に、エレンが未来を見ていたという話ですね。ではどういう未来だったのかというと、おそらくこの景色をとね、この子供エレンが言っていたこのシーンじゃないかなと思います。地ならしをしている光景、これをですね、未来のエレンがグリシャに見せていたんじゃないかなと思います。ではエレンが未来の記憶をどのように見たのか、この方法について、確認していきます。まず進撃の巨人の能力なんですが、未来の継承者の記憶を覗き見るという能力です。エレンは進撃の能力で未来を直接見ることはできません。一方でグリシャは未来の継承者であるエレンの記憶を覗き見ることができる。これを使ったんですね。具体的にはエレンがヒストリアの手の甲にキスをした時にグリシャの記憶を見ました。そのグリシャの記憶の中にエレンの未来、グリシャが進撃の力で見たエレンの未来が含まれていたという話です。全体像としてはこんな感じですね。845年、グリシャが礼拝堂を襲撃した時にレイス家を襲撃した記憶を持っています。この記憶っていうのは表と裏があるんですね。グリシャが自分の意思で襲撃したかのように見えた記憶と、実際は大人エレンに脅されていたというね、そういう話がありました。で、850年アニメシーズン3でエレンがロッドレイスとヒストリアと接触した時にはこの表の記憶だけが見えていたと。レイス家を襲撃した親父ひどいなという記憶でした。しかし850年勲章授与式のタイミングで青年エレンが見たものは違いました。大人エレンに脅される記憶、さらには未来のエレンの先の記憶、おそらく地ならしの光景を、このタイミングで青年エレンは見たのでしょう。で、この時の見るメカニズムなんですが、進撃の巨人の能力で未来の継承者の記憶を見ているんですね。一方でこの青年エレンに関してはグリシャっていうのが進撃の巨人の前の継承者なので、その前の継承者の人の記憶を見るという方法で見ていると、そういう違いがあります。もう少しまた別の図解で表すと、こんな感じですね。気になる方は止めて見てみてください。記憶を送信したのはこの大人エレン、グリシャの記憶の中で父を脅迫してレイス家を襲撃させる79話で描かれたものです。そしてこれから描かれるのがこの景色をって言っていたこの子供エレンですね。この時の記憶っていうのをおそらく父グリシャにエレンは送っているんじゃないかなと。アニメの中で明示的には描かれないにしても、この記憶っていうのをこの時のグリシャはね、すでに見ていたんじゃないかなという感じです。で、まとめると、グリシャは進撃の巨人の能力でエレンの未来の記憶を見る。そしてエレンはヒストリアの手の甲にキスをした時に前任の継承者であるグリシャの記憶を見たと。その結果、エレンはグリシャの記憶の中にあった自分の未来の記憶を間接的に見たという話ですね。あくまでも直接的に見たわけではなくて間接的に見たというような話です。そして次にジークの呼び方についてですね。このあたりはサクサクいきます。ジークはグリシャのことをあの父親グリシャと呼んでいたのですが、この抱擁シーンでね、父さんと呼ぶこのあたりが切なかったです。しかしこの父さん呼びをね、ずっとは継続しなかったと言い直すんですね。父さグリシャはというふうに我に返る、このあたりのジークのある意味では理性っていうのも切ないですね。そしてこの抱擁シーンなんですが、前回のこのシーンと今回の話がですね、同じ回になったことで対比的ですよね。エレンのバックハグと、このね、グリシャのハグっていうところで対比的です。で、エレンのバックハグのタイミングでフリッツの言葉を書き消して終わりだっていう風に言うんですね。ここ痺れました。おそらくこの時、ユミリに接触してエレンはユミリの記憶を見ていた。それが回想として描かれていたんじゃないかなと思います。そしてこの時のエレンの声が少し高い感じ、かすれるというか上ずる感じでしたね。カジさんがツイートしていました。どうやるのか想像がつかなかった回で、どうすればいいのかわからなかった回で、どうなったのか想像のつかない回です。エレンを演じていて、これまでで一番と言っていいほど
声を枯らした回でもありましたというふうに言っていました。ぜひこのシーンのね、演技もう一回見てみてください。そして個人的に笑ったのがこのね、俺は王家の血を引くものだのね、このかっこ悪い選手権一番のこのシーンですね。めちゃくちゃ面白いですね。エレンとジークやっぱ根本的な違いがあって、ジークの方は命令に従え奴隷ユミルよと言っていたのですが、エレンの方は決めるのはお前だ、お前はただの人だというね、今回の発言がありました。そもそもこの2人っていうのはね、考え方が結構真逆というか、ジークの方はエルディア復権派として特別であると育てられ、一方でエレンの方は生まれた時からあなたは特別だと言われていた。で、ジークは収容区から出られなくても生きていければいいじゃないかと言っていたのですが、エレンの方はそんなんじゃ家畜じゃないかと言っていましたね。そしてジークは生まれてこなければよかったというのですが、エレンは俺がこの世に生まれてきたからだというふうに言っている。このあたりのエレンとジークの根本的な違いもありました。そして当初は優位に立っていたジークなのですが、立場が逆転してしまいますね。今まで優位だったジークが下に、エレンは拘束されているのに上にというね、この構図でもって力関係っていうのが、絵で表されています。この俺は王家の血を引くものだのシーンなんですが、これ漫画だと少し描き方が違いました。原作だとこのヒゲもじゃスタイルでフリッツ王に寄せてるんじゃないかなという感じですね。この口元の嫌な感じとかっていうのをあえて意識して描いているのかなと思います。しかしね、原作と違ってアニメだとね、私が感じてるだけかもしれませんが、ちょっとコミカルなね、このジークの走り方と、このセリフになっていました。そしてアニメ59話の勲章授与式、今回の話とこの59話をね、一緒に見ると結構面白かったので解説していきます。勲章授与式で見た記憶の中身ですね。これグリシャ視点での主観でのレイスケ襲撃の記憶が描かれています。見返すとわかるんですけれども、このね、グリシャの言葉がありました。さらにはこのグリシャの顔がね、アップで映ってるんですよね。おそらくこれエレンから見たグリシャの姿っていうね、その伏線としてグリシャの顔アップで描いていたのかなと今になると思います。そしてこのグリシャの表情なんですが、あまりにも、他のね人物と似ていて、伊佐山先生この3人の顔をあえて重ねて描いてるのかなというふうにも感じます。そしてこのエレンの言葉も注目です。鶴巻 N さんからコメントいただきました。エレンは未来は誰にもわからないはずだ。だから何が正しいかなんてわからないと言っている。未来は誰にもわからないし、何が正しいかなんてわからないんだから、せめて後悔しない方を選べ。このようなリヴァイの教えを心の支えにしていたから、この未来は誰にもわからないはずだというセリフが出た。しかし、それが直後に未来史によって崩壊してしまうと。確かにそうなんですよね。このエレンのセリフを吐いた後に、エレンは未来の記憶を見て未来に縛られてしまうというね、そこが非常に皮肉的ですね。そして可能性はいくらでも広がっていると言っていたのですが、信じて動けば動くほど未来は変えられないと分かる絶望もありました。さらには何かを変えることができるなら自分の命くらいいくらでも捧げると言っていたのですが、実際捧げることになるし、人類の8割も犠牲になるね。このあたりの回をもう一回見返すと何とも言えない気持ちになりますね。そして次、始祖ユミルに関するお話です。まず絵本の少女がこの A パートの冒頭で描かれています。ヒストリアとフリーダが読んでいたこの絵本ですね。この女の子なんですが、ユミルを元ネタにしているんですが、絵本の中ではクリスタという名前でした。この絵本に関しては、私の予想ですが、マーレ国にはもともと始祖ユミルと大地の悪魔の契約に関する伝承があったことでしょう。そしてこの絵っていうのを元にしてですね、本が描かれたんじゃないかなと。そしてカール・フリッツたちがパラディ島に来るタイミングで本を持ってきたという感じかなと思います。ただこの本の中のね、この少女がユミルっていうのは多分名前を伝えるのはちょっと危険だし、記憶改ざんが解けたら困るとかね、そういう話もあったので、あえて本の内容を変えてフィクションとして扱った。そこで少女の名前を隠すためにクリスタという偽名を使ったんじゃないかなと思います。ヒストリア自身このクリスタっていうのがもともとはユミルだったっていうのを知らずにですね、このクリスタという偽名を使ってしばらく暮らしていました。そしてこのシーンのね、非常に皮肉な描き方は、フリーダがね、女の子らしくこの子のように生きてというふうに言うんですが、実際この絵本の中の少女クリスタは優しくて人に愛されて報われていたのだと思いますが、このクリスタの元となったね、始祖ユミル、実際の少女ユミルに関しては、誰かを助けても都合のいい奴隷として道具のように使われるだけだった。この演出が非常に皮肉ですよね。何々らしくあるっていうのは無自覚な抑圧なのかなとも思います。誰かに認められるために自分を殺して従い続ける。それが奴隷らしさにつながってしまうと。
他者を思いやり言うことを聞いたユミルの霊俗の先に待っていたのは望まない結末でしたよね。そもそもこの104期生ユミル自身が誰かのためにもともとは生きていたのですが、最終的にはアギトの巨人を食べて生まれ変わることができたら第二の人生をというところで、生まれ変わって違った人生を歩んでいったんですね。そしてヒストリアもクリスタという名前を捨てて第二の人生を歩んでいった。このあたりですね、始祖ユミルと104期生ユミルと、そのあたりの関係を踏まえて見返すと面白いです。そして2つ目、フリッツ王の身なりなのですが、この13年の間にフリッツ王がすごいね、豪華になっていきます。この部族の服装からこのように進化をして、さらにはね、最終的にはこの石の階段であったり玉座がね豪華にもなっているというところで、13年間ユミルの力が建設にしても破壊にしても圧倒的だったのでしょう。一方でフリッツ王のこの服装は豪華になるのですが、奴隷たちの服装はね一切変わらないというところが非常に残念ですね。そして地ならしに関する話です。光るムカデなんですが、光るムカデの動き理解してるでしょうか。ガビが言っていました。エレンの背骨あたりから光るムカデが飛び出してエレンの首とつながったということで、これエレンの首からムカデが出たわけではないです。光るムカデがですね左から右に動いてエレンの頭にくっついていったと。アンパンマンで例えると分かりやすいと思うんですが、マントがついたアンパンマンの体からムカデが出てきてジャムおじさんが投げた新しい顔にくっついた、そんな状態ですね。そしてこの光るムカデっていうのはジークを取り込み接触し続けることで、エレンはね始祖を発動できましたと。そしてエレン巨人光るムカデと一体化することによって、このね今まで見たことない姿になりましたね。頭から縦方向の骨を軸として左右に骨が伸びていき、それが足となっているんじゃないかなという感じです。そしてゾラジンさんからコメントいただいたのですが、エレンが首だけだったから四つん這いで骨しかない未完成な巨人になったのではないかと。もしエレンが5体満足でムカデと融合していたらもっと巨体のまま強い巨人になっていたんじゃないかなというふうな、感想ですね。確かにこのエレン巨人もねユミル巨人みたいな感じで人間型ではありながらも光るムカデをどこか感じさせる、そんなフォームになっていたのかなと、私も思います。そして次、エレン放送の意図ですね。エレンはちゃんと自分の名前を名乗っていました。これは世界から首謀者と見られて恨みを一手に引き受けるためでしょう。地ならしの完遂だけが目的なら宣言しない方が退避も遅れてね好都合なので、あえて俺の名はエレン・イエーガー、踏み潰すぞと言っていますね。そして山本さんからのコメントなんですが、このエレンの座標放送でフロックは完全にエレンの計画が本気だと確信したんじゃないかなという話です。確かにこのアニメオリジナルで追加されたフロックはこの後迷いなく躊躇なくパラディ島制圧にねいち早く動くということで、この放送を聞いたっていうのも影響しているかもしれないなというところですね。そして最後、カタルシスについて、幾千万の巨人を一体一体こねて作った果てしない作業をしたこのユミルちゃんですね。そんなユミルに初めて寄り添ったエレン、ユミルの解放、そして壁が壊れるというね、この一連の流れを見るとやっぱりユミルの抑圧からの解放、エレンの主人公的言動、積み上げたものが破壊されるそもそもの快楽っていうところでカタルシスを感じてしまいますよね。地ならしというのは恐ろしいものなのですが、それ以前に本能的に爽快感とか気持ちよさみたいなものをつい感じてしまうっていうね、そういう描き方でした。逆に今後の地ならしはグロテスクに絶対に許されない生々しさを持って描いてくれるんじゃないかなというところを個人的には期待しています。ということで以上です。個人的に気になるのが島の悪魔のマーレ潜入がどこで描かれるかですね。ラムジー少年のタイミングなのか、あなたは家族の前なのか、多分前者だと思うんですが、皆さんどのように思うでしょうか。ぜひ感想意見待っています。以上、滝でした。それではまた。